やるまですよ、シュウセミだ。本日なんですけど、本日は肌再生に特化した朝のスキンケア方法を皆さんの方にご紹介できればなと思っております。新しいね、スキンケアの商品の方がほぼなので、参考にしてくれれば非常に嬉しいかなと思います。それでは早速、行ってみましょう。はい。で、もうシャワー上がりなんですけど、シャワー上がりにシートマスクするんですけど、シートマスクの前に僕は、こちらですね。ラゴムのセラムですね。こちらの方をまず最初に使います。こちらの方をおでこと頬あたりにたっぷり僕は使うんですけど、こんな感じで、ちょっとブースター的な感じでね、使うんですけど、ラゴムの商品はアクアポリン成分っていうのがありまして、水分力を高めてくれるノーベル化学賞の成分なので、シートマスクの前にいつも使っております。その上にシートマスクなんですけど、シートマスク本日はこちらですね。VT のシートマスクの方を使います。AC ケアマスクになります。こちらはシートマスクのシートはそんなに良くないんですけど、成分がいいものなので使ってるんですけど、これね、衛生的にもしっかりしてるものがあるので、こちらシートね、非常に薄くて、クオリティファーストの以前リニューアルする前のシートマスクのシートに非常に似てるんですけど、成分はね、今回この AC のケアマスク非常にいいので、使っております。さっぱり使うのは非常にいいので、朝のこのシートマスク3分から5分ぐらいで終わらしちゃうんですけど、そのシートマスクとしては非常に使いやすくていいので、僕は使っております。で、僕はボックスのシートマスクが非常に大好きで、毎日使うからね、ささっと使えるっていうので大好きで、僕はこの30枚入りのやつをいつも探して購入してるんですけど、こちらも非常に薄いんですけど、さっぱり使う朝には非常におすすめかな。はい、こんな感じなんですけど、ちょっと薄いよね。なのでそこら辺はちょっとね、改善してもらいたい感じなんですけど、最近の VT のね、成分めちゃくちゃいいので、ちょっと気に入ってるんですけど、いくつか VT の商品ちょっと使ってて、これでね、3分から5分ぐらいは起きますね。で、そこでちょっと韓国で、その VT がね、ティーンズに流行ってて、で、VT ショットってあると思うんですけど、そちらが結構流行ってんですよね。なので、僕もちょっと、そこら辺はスルーできないなと思って使ってて、非常にいい、VT。なので、そんな感じで。で、最近シートマスク、夜のシートマスクとかは、こんな感じで、メディヒールとかもね、非常に良くなったね、これね。で、僕、メディヒールの中で一番大好きなのは、こちらのハイドロのやつなんですけど、これ超いいよね。皮膚科並みに出てくるようなシートマスクのシートなので、このシートマスクのシートが違うんですよ。コットンでできてるシートマスクじゃないんだので、マイナス 4.7 度まで下げてくる、皮膚の温度をね。で、ここのアンプルがあるんですけども、使用した後につけるんですけども、このアンプルも非常に優れてるので、どちらかというと旅行先とかに非常におすすめかなと。で、あと毎日シートマスクするのとしないのと全然違うので、僕の場合だと朝晩必ずします。で、朝はこれボックスのやつを使うんですけど、ちなみに今だと ACK マスクね。基本的にレギュラーで使ってるのはクオリティファーストのやつを使ってるかな。時期によってその保湿だったりとか、ビタミン C とかのやつとかを使ってるんですけども、夜はこちらのメディヒールとかこういうような1枚入りのやつを間に挟んでって、肌の状態見ながら使ってるよって感じですかね。そんな感じで乾燥する前に取るんですけど、でシートマスクをしてる間にこちらのトラックオイル3番の方を使っております。乾燥する時期とか非常にいいので、ワンプッシュこんな感じ、これをなじませるって感じですかね。これをしてサプリメントを飲んでシートマスクを外すんですけども、サプリメントは下の概要欄の方に毎日飲んでるサプリメントがあるので、そこら辺をチェックしてもらえば非常に嬉しいかなと思います。サプリメントはマルチビタミンとオメガ3と、ミルクシスルとかメインで飲んでるので、それと合わせて Q10 とかコラーゲンとかね、そこら辺はちょっと時期見てるんですけど、基本的にはその3つ、マルチビタミンとオメガ3とミルクシスルっていうのはもうずっともう10年以上取ってるから毎日。なのでこのシートマスクをしてる間に飲んでシートマスクを取ります。ちょっとサプリ飲んできますね。シートマスク取ります。3分から5分かな。今日は4分ぐらいで収めたって感じかな。でこんな感じでちょっと叩いてみたいな感じにして、ちょっとね軽くくるくるくるっと浸透させるんですけども、これ強くすると肝斑の原因になっちゃうので強くはしないで、軽くくる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 って
浸透させるんですけども、これするのとしないのだと水分力が3倍、1週間毎日することによって、するのとしないのだとした方が3倍水分力が上がると研究で出されているので、基本的には僕はこうやって全部しております。論文とかは毎年変わるので、研究結果で日々チェックしていかないと、その昔の情報をね、今してもっていうのがあるので、やっぱりね、文献とかもね、めちゃくちゃ速いスピードで変わっていくんですよ。なので、昔の情報っていうのが、もう全然変わってくるので、そこら辺はね、チェックしながら変えてはいるんですけども、こうすることによって3倍違うのはもう本当に全然違うので、ぜひ気になる方やってみてください。強くこするのは注意っていうところですかね。はい。で、こんな感じで終わりましたら、次は、セリメックスのこちらのトナーですね。こちらがね、すごくとろみがあって非常に良くて使っております。これもね、ちょっと単体で皆さんの方にご紹介したいんですけど、今使ってるっていうところ、このとろみがある感じ。こんな感じで、こちらもいつも通り3回ですね。こんな感じでとろみがある。こんな感じでとろみがある感じ。これももちろん、ちょっとなじませるっていうか、くる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 するね。本当に手を置いてる感じで、くるくるする感じ。はい。で、こんな感じでちょっと潤わせた感じで、はい。こちらですね。いつも通り、こちらのセンテリアン24のアンプルをちょっと使います。こちらはね、肌潤いとかツヤ肌になるのに非常にいいので、こちらを入れないとツヤ肌が作るのがちょっと難しいので、僕は使っております。めちゃくちゃツヤも良くなるので大好きなんですよね。はい。なじませて、くる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 浸透させますね。本当にこれね、全然くるくるするのとしないのともう全く違うので、めっちゃおすすめです。結構昔だと、こすると乾パンになるからっていうね、もちろんこすると乾パンの原因になるから良くないですけども、本当に軽くですね。でもこするのに、ちょっと滑らなくなってきたら叩くみたいな感じですかね。はい、こちらですね。ハンミのプロカムってやつですね。こちらが保湿クリームとして使っております。薬局の水分クリームというか保湿クリームになってくれますね。薬も出てる会社のスキンケア商品なんですけども、主に薬局でしか買えないですね。ちょっと固めのテクスチャーなので、こんな感じで置きますね。はい。で、ここから、こちらのマデカソルのゲルの方ですね。ゲル。こちらゲルが 10g のやつを使ってるんですけども、ちょっと大きいのやつがなかったので、僕は 10g のやつを使ってます。で、こちらを、こんな感じで混ぜて使うんですけども、再生クリームだと思ってもらえばこうなることによって。ね、マデカソルなんですけども、こちらのゲルが軟膏もあるんですけども、ゲルの方がいいです。で、軟膏だとこれなんですけども、これだとちょっとね、ちょっと使いづらいので、スキンケアにはちょっと向かないのでゲル使っております。で、これをすることによって、もう圧倒的な再生クリームになるので、これ以上のものってなかなか作れないんじゃないかなと思いますけど。で、もちろん、ちょっとくる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 します。固めなので、この冬の時期とかも全然使える感じなんですけども、夏の時期でも全然使えるテクスチャーなので、おすすめかなって感じですね。で、先ほど、センテリア24のアンプルを間に挟むことによって、ツヤ感が出せるので、おすすめです。で、ツヤ感いらない方はアンプル、センテリア24のやつ入れなくて、ラゴムの、先ほど一番最初に使ったアンプル入れてもいいし、ミグハルのアンプルとかも使ってるかなって感じですかね。僕はツヤ肌作り結構するので、こんな感じしますね。で、年末の時期ね、結構肌ケア、ダウンタイムができるものだったりするかと思うので、年末はレチノールとかリポソームを使って、もう肌がね、皮がパラーンってむけた感じだったら、それによってね、肌質全然変わったので、そこら辺もね、紹介しようかなと思ってはいるんですけど、どうですかね。気になりますかね。どうだろう。リポソームとか、レチノールとか気になる方いるのかな。ちょっと、コメントお待ちしております。はい。そんな感じで次なんですけども、次はこちらになりますね。こちらもプロカムですね。こちらが、アイクリームとしても全然使えるんですけども、このマデカソルの
こちらの10倍の再生能力があると言われて、今韓国で、薬剤師さんとかでめちゃくちゃバズってるって感じ。で、こちら EGF なんですけども、アクティブバイタルクリームですね。アイクリームとしても全然使ってもいいんですけど、全体的に使っても全然問題ない感じでございます。全部ちょっと金額言ってなかったと思うんですけど、下の概要欄の方に載せておきますね。はい。こんな感じで、アイクリームとして非常に使えますよっていう感じで、これが多分ね、現状今、世の中ある中で多分一番いいと思いますけどね。これを多分僕はもうずっと使っていく予定ですね、今のところ。で、アイクリームとしても使えるですけど、顔全体にも使えるので、肌めちゃくちゃ再生させたいとかね、皮膚科に行ってレーザーとかしてあった方いましたら、これ使うと全然違う。10倍ですよ、10倍。マデカソルの再生能力 EGF。むしろ、この保湿クリーム使わなくて、これだけでもいいです。むしろこれも使わなくて、この保湿クリームだけでもいいんですけど、マデカソルとこちらの合わせて超絶再生クリームって言うんですけど、僕は名前つけてるだけなんですけど、この再生能力半端じゃないです。そんな感じでございます。今はね、もう韓国のツアーってオリーブヤングとかでも組まれてるツアーとかあるじゃないですか。ちょっと昔とかだとオリーブヤングでもいい商品あったんですけど、今ね、薬局がすごい。僕結構もう薬局商品結構使ってることが今の現段階多かったりするので、時期合わせもそうなんですけども、もちろん本当に市販で売られてるものも全然良かったりするものあるんですけども、やっぱり薬局で入れてる薬剤の量って違うんですよ。日本の大体ね、物にも入れますけど、大体3倍ぐらいのものを入れてるものが多い。なので、めちゃくちゃいいんですよね。なので、僕は使っております。こんな感じで、はい。次はサンクリームですね。で、本日のサンクリームは、こちらですね。ラロシュポゼの方を使っております。で、今これは使ってるんですけど、リポソームとか、レチノールした後なのでこれを使ってるんですけども、これじゃなくて、最近使って良かったのがこれ、スリマックスなんですけど、こちらのね、サンクリームがね、とろみがあって、ツヤ肌になって保湿されてめちゃくちゃいいんですよ。で、ここのね、商品が最近めちゃくちゃハマってる。使用感が全部いい。全部とろみがあって、なんかすごく使いやすくて大好きなテクスチャーなんですよね。これすごいね。ですけど、リポソームとか、レチノールした後なので、今はちょっとね、敏感肌っていうところ、今日はこちらのラロシュポゼ、無地のやつですね。X レーのやつを使います。これもめっちゃツヤ肌になるんだわ、これ。無地なんですけど、もちろんトーンアップのやつも売ってるんですけど、僕はこっちのやつの方がツヤ肌になれるので、僕は大好きで使っております。こんな感じで、くるくるっと優しくなじませていきます。これだけでも、違うの分かりますよね、もうね。はい、こんな感じで出来上がりでございます。いかがでしょうか。ここからあとは髪の毛ドライヤーして終わりになるんですけども、いかがでしょうか。こんな感じで最近のスキンケアの商品をご紹介させてもらいましたが、韓国の薬局コスメを主に使っているので、参考にしていければ非常に嬉しいかなと思います。今回使用した商品の方は下の概要欄の方に全て載せておきますので、気になる方はチェックしていただければなと思っております。はい、今回も最後まで見ていただきありがとうございました。今回の動画がいいねと思いましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、アニョン。